あなたは道端で赤の他人に注意をして痛い目を見たことはありますか？ 2020 年3月14日、舞台はあのウイルスが流行し始めた頃の北京のスーパーマーケット。おい、マスクしろよ。レジの列に並んでいた男、ダン・ギョウザンは自分の後ろにいた男を怒鳴りつけます。しかし注意された男はダンの忠告を素直に聞こうとはしません。うっせえなじじい、そう言って反抗。ついには揉み合いにまで発展してしまうんです。そしてついには男を注意したダンは殺されてしまうんです。マスクをしていないことを注意しただけで殺されてしまった男性。犯人の男性を調べていくと、にわかには信じがたい事実があったんです。この殺人事件は中国司法の腐敗が招いたものだったんです。おそうす。新宿でよく映画館で映画見てるやつ、大体俺、ケンちゃんです。そんなわけないでしょ。東宝シネマズによく行きます。山由美子です。パクリじゃねえか。本日皆様にご紹介するのは北京で起きた殺人事件について。この事件ですね、コロナが流行り始めた頃、マスクをしていない人を注意してね、人が殺されてしまうというね、もう意味がわかんない事件なんです。どうやって起こるのそれ。実はこの事件なんですけど、この後、衝撃的な事実が発覚するんです。マスクをめぐる殺人事件。遡ること2年前の2020年3月14日、中国北京市街のスーパーマーケットでその事件は起こりました。おい、お前、マスクしろよ。72歳の男性、ダン・ギョウザンは自分の後ろに並んでいた男に怒号を飛ばします。ちょうどこの時期は新型コロナウイルスの感染拡大が始まった頃、スーパーでもマスク着用を利用客に呼びかけていたんですが、マスクをしていない男がいたんです。うっせえな、じじい。俺に注意すんな。注意されたのは核分子、38歳の男性でした。二人の口論はみるみるうちにヒートアップ。そして、おら死ね死ね。注意された核は相手のダンを押し倒し、馬乗りになり激しく殴りつけました。何やってるんだ、やめろ。騒動を聞きつけた店員が駆けつけるも、時すでに遅し、激しい暴行を受けたダンは死亡していたんです。やべえ、逃げろ。逃げようとして暴れた核はその場にいた店員2名も負傷させました。その後駆けつけた警察により核は現行犯逮捕。なくそ悪い話ね。このマスクしろって注意しただけで殺されるなんてさ、本当それありえないんですけど、その時ってこうコロナが出たばっかなんで、ウイルスに対する恐怖っていうのもね、今よりもめちゃくちゃあったんです。しかしですね、本当に驚くべきはここからだったんです。核の隠された真実が明らかになっていくんです。殺人犯の正体。小さな頃から成績優秀だった核。彼の人生は順風満帆でした。高校受験に成功し、中国でも名門と呼ばれる北京工業大学に進学。そしてある時からクラスメートのダン・カジという女性と恋愛関係になりました。あの二人お似合いよね。核は頭がいいし、ダンは可愛いし、いいカップルだよな。周囲の学友からはお似合いのカップルとして評判だった二人。恋人も見て順風満帆じゃないの。まあね、でも学生時代にさ、こう表向きはね、あれうまくいってるわ、あのカップルみたいな。でも実態はこうめちゃくちゃギスギスしてるみたいなね、あるじゃないですか、そういうね。まあおせっかいだよって話なんですけど、実はこの二人もね、そういうカップルだったんですよ。周りからは順調そうに見えた二人。しかし本当の二人は日々喧嘩が絶えませんでした。実は核は自分の感情をコントロールできない男。いわゆる気性の荒い男だったのです。そのため次第に恋人のダンに暴力を振るうようになっていきました。もう嫌、耐えられない、辛い。暴力と束縛に耐えられず何度か別れようとするダン。しかし核はそれを拒絶し続けるんです。今度こそ関係を断つわ。決意したダンは2004年8月28日の夜、核をホテルに呼び出します。ホテルに呼び出すなんてどうしたんだ。私たちもう本当に別れましょう。なんだと？恋人からの別れの提案を受けた核は一気に激高。だってあなたいつも怒って暴力ばっかり。もう限界よ。耐えられない。なんで別れなきゃいけないんだ。ふざけんな。いい加減にしろ。口論の末、核はダンをベッドに押し倒し、枕を彼女の顔面に押し付けました。そして、死んでる。ダンは窒息死していました。そして核はその遺体を放置したまま自宅に逃げ帰ったんです。こいつ実は人殺したことあったのね。そうなんです。1回目とね2回目のこう殺害の流れがね似てるんですよ。しかも被害者のね名字がたまたま2人ともダンっていうね名前なんですよ。なんなのかしら。ダンを殺した後自宅に逃げ帰った核。彼は父親である核ワンプにその日にあったことを打ち明け相談しました。父さん、俺どうしよう。出頭しよう。付き添ってやるから。そのまま父親に付き添われて核は警察署に出頭。そのまま核は逮捕。その後の裁判の結果、彼はなんと無期懲役に処されるんです。
判決が下されたのは2005年2月24日のことでした。無期懲役 ?2 回目の殺人2020年にさ、発生しててさ、15年で釈放されちゃってんじゃない？まあそうですね。2005年の事件でね、無期懲役でいたのに、2020年に罪を犯してるとかもう外に出てるとかなんで、まあなんでね、こんな男が野放しにされてしまっていたのかっていうね、そこがね、おかしいんです。父親の寵愛。核は幼い頃から成績優秀、両親にとっても自慢の子供でした。核の両親は一言で言うと親バカ、核を溺愛していたんです。核の両親は自分たちの息子が人を殺めた時から徹底的にある戦略を実行しました。それは核の刑罰を少しでも軽くすること。もう悪いタイプの親バカだ、これも。核もそれに従いました。核の出頭に核の父親が付き添ったのも自首することで刑を軽くするため。さらにその後の核の裁判中にも核の両親の暗躍は続きます。裁判の期間中、被害者遺族であるダンの母親は裁判所の近くのホテルに宿泊していました。そしてその部屋の外には毎晩のようにひざまずく核の両親の姿が。私たちの息子がとんでもない過ちを犯してしまったことは償っても償いきれませんが、どうか許してやってくれませんか。本当に申し訳ございません。あの子は本当にどうしようもない子なんですが、それでも私たちの息子なんです。どうかどうか。これだけではなく、核の両親は殺されたダンの母親に賠償金を支払いました。その額は日本円にして620万円。裁判では各本人からもダンの母親への謝罪が行われました。本当に私は愚かな過ちを犯しました。謝って許されることではありませんが、本当に申し訳ございません。なんであれ、あんなことをしてしまったのか、本当に後悔しています。もし機会をいただけるなら、これからは亡くなったダンに代わってお母様に尽くして罪を償い続けます。ダンの母親はこの核の謝罪を受け入れ、罪を軽くしてほしいと裁判官に求めました。核の両親の暗躍もあり、極刑まであり得た核は無期懲役の判決を受けます。しかし核の父親による本当の暗躍はここから始まるのでした。ちゃんと無期懲役は判決は出てたわけよ。なんか両親が絡んできたあたりから急に戦略的だしさ、特にそのダンの母親から減刑の希望を引き出してるあたりからすごい陰謀って感じではないけど、なんか意図を感じる。まあなんかパフォーマンスっぽいっすよね。その結果無期懲役をもぎ取ったみたいなね、違和感というか、違和感があるわね。まあここでね、判決は確定してね、懲役をね、全うするっていうところだったんですけど、この後もね、核の父親はね、暗躍していくんです。無期懲役の殺人犯が自由になるまでに一体裏で何が起きていたんでしょうか。父の作戦。無期懲役の判決後、核はチャオパイ監獄、チンユアイ監獄など複数の刑務所を転々としました。その中で核は断続的に減刑を受けます。減刑により短縮した核の懲役年数は合計で6年11ヶ月。2007年から2018年までの間になんと9回もの減刑が行われていたんです。減刑って罪が軽くなることでしょ、なんで判決出た後にさ、どんどん何回も刑期が短くなっちゃってんの。まあ通常ではね、ありえないことですよね。まあこの背景にはね、核の父親である核ワンプの暗躍があったんです。私たちの息子が人殺しで無期懲役なんてどうしたらいいんだ。頭を抱える核の父親ワンプ。そして意を決したようにつぶやいた。やるしかない。手当たり次第に知り合いに電話をかける父ワンプ。すいません。知り合いに刑務所の関係者の方はいらっしゃいませんか？お礼ははずいます。一度会う機会をいただければ。ワンプはもともと原子力研究員のただの一研究員であり、司法関係者とのコネクションを持っていたわけではない。しかし、これも可愛い息子、分子のため。知り合いを片っ端から当たり、関係者との接触の機会を得ると、どうかこれで息子の罪を軽くしてやってください。貯金をかき集めて用意した札束入りの封筒を手渡す。おお、なかなかの額ですな。いいでしょう。息子さんの名前は分子でしたっけ？はい、そうです。分子です。上にも掛け合って彼の刑期を短くできないか交渉してみますよ。ありがとうございます。その際はまたお礼をさせてください。それは楽しみですな。ではまた。よし、これで分子の刑が軽くなるはず。いや、まだだ。もっと他の関係者も巻き込まなければ。ワンプはチャオパイ監獄の所長、副所長をはじめ9名もの関係者に賄賂を渡したのだった。そして賄賂を受け取った側は核分子。こいつ、まともに規則を守っていないじゃないか。まあ、お礼をもらっている以上仕方ない。世話が焼けるやつだ。ワンプが賄賂を受けたチャオパイ監獄の副所長は服役中の分子が規律違反を犯しているにもかかわらず、その事実をもみ消し上官に報告しなかった。それだけではなく、
本日はお時間をいただいてありがとうございます。いやいや、いい店じゃないか。それで急に話があるだなんてどうしたんだね。はい、ご相談というのは、うちの刑務所で服役しているカクという男について、彼を減刑させてやっていただきたいんです。どうかこれで。これは君も悪いね。わかったよ。私から便宜を図っておこう。はい、それとこのことはくれぐれもご内密にお願いします。言われなくてもわかってるよ。核を収監している側であるはずのチャオパイ監獄の所長は自身の上官にも賄賂を分配し、分子の刑期短縮と自身の収賄隠蔽のための工作を行っていたのだった。そう、核が減刑を受けられた理由、それは父親による贈賄だったんです。こうして核分子の刑期はどんどん短縮されていきます。結果、2019年7月24日に刑期を満了。核はわずか14年5ヶ月の服役で釈放されてしまうことになるんです。本来、服役中の規律違反も含め、核がこの期間で釈放されるのはありえないことでした。それが父親の度重なる暗躍と中国司法の腐敗によって何の反省もないまま世に放たれる事態となってしまったんです。めちゃくちゃね、本当に。息子にまともな教育もできない父親と、規則違反何度も繰り返す息子とさ、しかもお金で釣られて、ホイホイ減刑しちゃう司法関係者といいさ、腐ってんじゃないの？日本だとね、なかなかね、ありえないっていうか、俺らが気づいてないだけかもしれないですけど、中国ではね、こうした汚職事件がね、横行してるんです。社会問題ってこのお金で釣られるようなことがそんな頻繁に行われてるってことなの？そうなんです。というわけでね、中国の闇をね、紐解いていきましょうと。本日のメトラキーワード、チュアンチエンチアオイについて。中国では長らく汚職が社会問題となっています。中国政府の調査機関によると、2019年に汚職絡みの犯罪で起訴された人数は前年比 90% 増の 18,585 人にも上りました。その根底にあるのがチュアンチエンチアオイという考え方。権力をお金によって取引するという意味があり、中国の文化として根付いているんです。今回のケースでは、核の父親はもともとコネがあったわけではありません。しかし周囲の人にお金を払ってコネクションを広げることで、刑務所職員らと直接やり取りができるようになったんです。確かに日本だったら投獄された人の家族とさ、その刑務所の刑務官が仲良くするなんてことありえないわよ。もともとね、コネクションがない人でも賄賂を送れるようになっていたってことも、問題なんですけど、問題ね。そしてこの後、核は不完全なね、反省のまま釈放されてしまったんで、2020年の2度目の犯行につながってしまうんです。2度目の殺人による裁判では、核に対して以前行われた減刑は不適当であるという判決とともに死刑判決が下されます。そして2度目の逮捕により、核の父親による贈賄、関係者の汚職は全て明るみに。結果として9人の司法関係者が免職をはじめとする処分を受けることになりました。その後、2022年3月2日、ついに核の死刑が執行されます。親から子への歪んだ愛情によって償われるべき罪が償われず、2回の殺人が起こることになってしまった今回の事件。上辺だけで反省し、許しを得ても本人が変わらなければ結局同じことを繰り返してしまう。今回の事件は罪を犯した時にその事実と真摯に向き合うことの大切さを表しているようにも思えます。もしかしたらあなたの身近にも何食わぬ顔で暮らしている殺人犯がいるかもしれません。くれぐれもご注意ください。